こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回の動画のタイトルだけど、左手ハッピーって何ですか？ MT バイクで街中や渋滞にはまると、左手はクラッチ地獄だよな。いつもツーリング後の左手は、パンパンっす。そんな状況でも、クラッチ操作不要なら左手はフリーダムで疲れ知らず。でも、シフトチェンジは楽しみたい人、という人におすすめなバイクをまとめてみたぜ。というわけで、今回のテーマはこちら。左手ハッピー、快適&スポーティーに楽しむバイク15選。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。クラッチ操作不要なミッションバイク、15選。新車で乗る編。中古で楽しむ編。です。じゃ、はじめご。新車で乗る編。ホンダ、ダックス125。特徴的なバックボーンフレームと横置きエンジン。斜め上に跳ね上げられたサイドアップマフラー。どのバイクにも似ていないユニークなモデル。ホンダのダックス125だ。街中でもちょこちょこ見かけるようになってきましたね。このスタイルで気軽に乗れて、クラッチ操作不要なんて、ナイスでおしゃれな乗り物です。で、クラッチ操作不要の仕組みは？自動遠心クラッチだな。名前は知ってますが、仕組みについてはようわからんのですわ。クラッチを使って、エンジンの回転をミッションに伝えたり止めたりする仕組みは同じだ。クラッチ操作はレバーでなく、クランク回転時の遠心力を使う自動遠心クラッチだな。簡単に言えば、アクセルを戻すと自動でクラッチが切れて、アクセルを開くとクラッチが自動で繋がる。クラッチ切断中に、シフトレバーでギアを変えるって流れだ。この仕組みのおかげで、左手ハッピーな世界へようこそ。ってわけですね。仕組みが気になったら、ぜひ解説サイトや動画を見てくださいな。では、カラーバリエーションを教えてください。パールネビュラレッド、パールカデットグレーの2色だぜ。これ、給油口はどこにあるの？シート下な。燃料タンクはバックボーンフレームの中に収まってるぜ。シンプルで無駄がない設計に惚れ惚れします。主要装備はどんな感じですか？フロント ABS、デジタルメーターは、イグニッションオンで瞬きする演出付きだ。では、ダックス125-2022のスペックはこちらです。エンジンは単気筒 123cc、最高出力は9馬力 7000rpm、最大トルクは 1.1kgF、M5000rpm。シート高は 775mm、車両サイズは1760-760-1020、重量は 107kg。ガソリン容量は 3.8 リットルで、燃費は 65.7kg WMTC。航続距離は 249.66km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は44万円。グバイクの中古車価格帯は、51万7000円79万8000円で37台だな。ホンダ、株シリーズ、CT125。ダックスと同じ自動遠心クラッチで左手ハッピー、姿や仕組みは発売当時と変わらない。ホンダの株シリーズだ。スーパー株 C125 に、CT125 ハンター株、クロス株11250、スーパー株11250ですね。今回は代表して CT125 こと、ハンター株を紹介するぜ。ハンター株は、荒れた路面を走ることを想定したトレッキング仕様の株ですね。アクセサリーも豊富で、フロントキャリアにトップボックス、いろいろな純正パーツが用意されてる。これは、カスタムの楽しみが増えますね。では、カラーバリエーションを教えてください。グローイングレッド、パールオーガニックグリーン、マットアーマーシルバーメタリックの3色だ。主要装備はどんな感じですか？車両装備はフロント ABS、キャリア、センタースタンド、だ。では、CT125 ハンター株2022のスペックはこちらです。エンジンは単気筒 123cc、最高出力は9馬力 6250rpm、最大トルクは 1.1kgF、M4750rpm。シート高は 800mm、車両サイズは1965-805-1085、重量は 118kg。ガソリン容量は 5.3 リットルで、燃費は 63.7kg WMTC。航続距離は 337.61km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は44万円。グバイクの中古車価格帯は、33万8000円66万円で276台だな。ホンダ、XADV。デュアル、クラッチ、トランスミッション採用、ホンダ一押し左手ハッピーモデル、XADV だ。DCT って、同じクラッチレスだけど株の仕組みと何が違うの？株のクラッチの動作は遠心力を使った仕組みだな。遠心力でクラッチをつなげたり切ったりするやつ。アクセルオフすると、遠心力が低下し、クラッチシューとアウターが離れて減速。シフトペダルでギアチェンジをして、アクセルオンすると遠心力が発生し、クラッチシューがアウターに押し付けられ加速する。DCT では、奇数ギアとクラッチ、偶数ギアとクラッチのセットが2つ存在していて、交互に素早く切り替えていく仕組みだ。どういうこと？ここが DCT のミソだ。奇数用ギアとエンジンが繋がっている間に、偶数用ギアはクラッチを切った状態で準備しておく。好きなタイミングで、奇数用クラッチと偶数用クラッチを瞬時に繋ぎ替え、エンジンの回転接続先を切り替える。常に次のギアチェンジを終わらせてるから、ギアを変える手間をキャンセルできるってわけね。
予備接続タイミングや、クラッチのつなぎ替えを電子制御してくれるのが、DCT ってわけだ。説明がわかりにくくてすみません。で、ホンダの自動変速機構は、HFT というのも今は頭がウニなので、それはまた後で。この仕組みのおかげで、停止中にジュースを飲んでても、右手だけで発信できるわけですね。それ、危ないからやめて。じゃ、カラーバリエーションを教えてください。マットバリスティックブラックメタリック、グランプリレッド、パールディープマットグレーの3色だ。残念ながら、欧州のスペシャルエディションカラー、シャスタホワイトは日本未導入だ。残念です。車両装備はどんな感じですか？トラクションコントロールに、4つのライディングモード。ホンダスマートキーシステム、可変スクリーン、パーキングブレーキ、エマージェンシーストップシグナル。5インチカラーメーター、スマホ操作できる HSVCS、ETC2.0 にグリップヒーターなどだぜ。では、XADV2022 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 745cc、最高出力は58馬力 6750rpm、最大トルクは 7.0kgf、M4750rpm、シート高は 790mm、車両サイズは2200×140×340、重量は 236kg、ガソリン容量は13リットルで、燃費は 27.7kWMTC、航続距離は 360.1km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は132万円。グバイクの中古車価格帯は、87万8000円、186万8000円で45台だな。ホンダ NC750X。XADV と同じ、DCT を装備した左手ハッピーなバイク、でも価格はリーズナブル、ホンダの NC750X だ。このバイク、燃料タンク部分がラゲッジボックスなので、いろんなものを入れておけますね。ご飯とか飲み物とか、お食事はバイクを降りてからで。それに、ラゲッジボックスの開閉はメインキーで行うから、走行中に開けることはできないぞ。でも、半開きにしておく裏技が。では、カラーバリエーションを紹介するぜ。パールディープマットグレー、パールグレアホワイト、キャンディークロモスフィアレットの3色だ。車両装備はどんな感じですか？3つのライディングモード、ライディング状態をカラーで知らせてくれるセグメント LCD メーター。7段階のプリロード調整機構付きリアサス、ETC2.0 車載機、グリップヒーター、エマージェンシーストップシグナルなどだ。ちなみに、DCT にはシフト操作を自動で行う AT モードと、ライダーがギアを操作できる MT モードがありますが、MT モードでシフトダウンするときは、ショックはあるんですか？自動でブリッピングしてくれるから、ほとんど感じないな。バイクが停止したときはどうなるの？ギアは自動で1速まで落ちるぜ。アクセルをひねれば、そのまま走り出す。エンジンストールもしない、変速失敗もない。使ってみて初めてわかる DCT の凄さですね。まったくだ。では、NC750X-DCT2023 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 745cc、最高出力は58馬力 6750rpm、最大トルクは 7.0kgf、M4750rpm、シート高は 800mm、車両サイズは 2210×845×330、重量は 224kg、ガソリン容量は14リットルで、燃費は 28.6kWMTC、航続距離は 400.4km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は99万円。グバイクの中古車価格帯は、40万円128万円で68台だな。ホンダレベル 1100T、DCT。追加装備の大型カウルは、ハンドル周りをしっかり防風。左手も優しく守ってくれる、ホンダのレベル 1100T だぜ。T はツアーの T。ロボット刑事系。何気に2023モデルは燃費が 18.7kg から 19.4kg にこっそりアップしてますね。では、カラーバリエーションを教えてください。ガンメタルブラックメタリック、イリジウムグレーメタリックの2色だ。アメリカンで左手ハッピだと、ちょっと楽しすぎやしませんか？そんなレームに提案だ。レベルをハンドシフト化する企みがあるらしいぜ。ハンドシフト？何それ？バイクは左手でクラッチ、左足でギア操作だけど、左手でギア操作、左足でクラッチ接続にするカスタムだ。古いハーレーにある変速方法だぜ。ジョッキーシフト、とも言う。なぜそんな乗りにくい仕様に？マイノリティのかっこよさ、ってやつ。DCT で左手がお暇で退屈な方、ぜひこのカスタムを。車両装備はどんな感じですか？4つのライディングモード、反転液晶メーター、クルーズコントロール、ETC2.0 車載機にグリップヒーターだな。では、レベル 1100TDCT2023 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 1082cc、最高出力は87馬力 7000rpm、最大トルクは 10.0kgf、M4750rpm、シート高は 700mm、車両サイズは 2240×845×180、重量は 248kg、ガソリン容量は13リットルで、燃費は 19.4kWMTC、航続距離は 252.2km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 142.45 万円。グバイクの中古車価格帯は、156万1000円で1台だな。ホンダ NT1100。ホンダのツアラーモデルの集大成、DCT 搭載バイクとしては最新モデル、NT1100 だぜ。ご先祖様は V 型エンジンで、シャフトドライブの NT700V ブービル様だ。このスタイル、NC とNT の愛の子みたいですね。
こういうのが欧州で受けるのか。では、カラーバリエーションを教えてください。ガンメタルブラックメタリック、マットイリジウムグレイメタリックの2色だ。NT1100 の発表時、おーっと思ったスタイルでしたが、いつの間にか見慣れてましたね。この調子で、NM4 の焼き直しが発表されてもいいのにね。それはないな。車両装備はどんな感じですか？ 6.5 インチのタッチパネル採用カラーメーターは、Apple CarPlay や Android Auto に対応。おしゃれな DRL にエマージェンシーストップシグナル、オートキャンセルウインカー、クルーズコントロール、グリップヒーターに ETC2.0 車載機、5つのライディングモードなどだ。こんなに快適装備なモデルに乗ってしまったら、次はゴールドウィングを求めてしまいます。では、NT1100-2023 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 1082cc、最高出力は102馬力 7500rpm、最大トルクは 10.6kgf、M6250rpm。シート高は 820mm、車両サイズは 2240-865-1360、重量は 248kg。ガソリン容量は20リットルで、燃費は 19.3kg WMTC。航続距離は 386km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 168.3 万円。グバイクの中古車価格帯は、159万8000円、169万8000円で15台だな。ホンダ CRF1100L アフリカツイン。オンでもオフでも、左手ハッピーで気軽にツーリング。DCT と大容量タンクを装備したアドベンチャーモデル。ホンダのアフリカツインだ。紹介する DCT 搭載モデルの中で、電子制御サスペンションまで装備したモデルですね。左手どころか、お尻にも優しい最強の DCT モデルだ。気になるのは価格ですね。DCT モデルが 174.9 万円からというのは、ちょっと、快適にはお金がかかるんだよ。では、カラーバリエーションはこちら。グランプリレッド、パールグレアホワイトの2色だ。車体も大柄で重量もあるが、DCT なら運転に集中できるし、IMU 搭載で、より自然な電子制御を行ってくれる。初心者こそ、お金で最新モデルを購入して、安心快適バイクライフを楽しんでほしい。車両装備はどんな感じですか？ IMU を活用した6つのライディングモードに、ホンダセレクタブルトルクコントロール、6.5 インチタッチパネルにオートキャンセルウィンカー、クルーズコントロール、グリップヒーターに ETC2.0 車載機、エマージェンシーストップシグナルだ。この装備に、電子制御サス、大容量タンクを装備したのが、上位モデルのアドベンチャースポーツ、ですね。では、CRF1100L アフリカツイン DCT2022 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 1082cc、最高出力は102馬力 7500rpm、最大トルクは 10.7kgf、M6250rpm、シート高は 830mm、車両サイズは 2319-160-1355、重量は 240kg。ガソリン容量は18リットルで、燃費は 19.2kg WMTC。航続距離は 345.6km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 174.9 万円。グバイクの中古車価格帯は、109万8000円172万8000円で7台だな。ホンダゴールドウィング。ホンダが贅沢の末を集めて作ったフラグシップモデル、最強にして最高のツアラー、ゴールドウィングだ。DCT は変速ショックが小さいので、後ろに座るパッセンジャーも快適に過ごせるバイクですね。ツーリング後にライダーが疲れて、ってのが少なくなりそうだぜ。では、カラーバリエーションはこちら。グラファイトブラック、ベータシルバーメタリック、パールグレアホワイトの3色だ。なんとなく NT1100 を連想させるデザインですね。デザインはな。エンジンは水平対向6気筒だし、バックもできる7速 DCT だし、中身は NT1100 を超えてるぜ。じゃ、車両装備はどんな感じですか？4つのライディングモード、電動プリロードシステム、ヒルスタートアシスト、クルーズコントロール、Apple CarPlay や Android Auto 対応の 6.5 インチ液晶メーター、55W スピーカー、スマートキーシステムに二輪車用エアバッグ装備。これ以上の贅沢がどこにあるというのでしょうか？あとは、後ろに乗ってくれるパッセンジャーを探さないとな。奥さんに頼んだらそれは。では、ゴールドウィングツアー DCT2023 のスペックはこちら。エンジンは水平対向6気筒 1833cc、最高出力は126馬力 5500rpm、最大トルクは 17.3kgf、M4500rpm。シート高は 745mm、車両サイズは 2615-905-1430、重量は 390kg。ガソリン容量は21リットルで、燃費は 15kg WMTC。航続距離は 315km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 294.8 万円。グバイクの中古車価格帯は、51万8000円880万円で63台だな。ヤマハ FJR1300AS。1297cc のエンジンに、クラッチ操作不要の YCCS を搭載、ヤマハの白バイクと FJR1300AS だ。こんなバイクに追いかけられたら、諦めるしかないよ。で、ヤマハの左手ハッピーヤマハ電子制御シフトってどんな仕組み？発進、シフトアップダウン時、エンジン回転数とスロットル回路に合わせてクラッチを自動接続するぜ。スピードダウンすれば自動シフトダウン、車両が停止したら1速に戻るストップモード搭載だ。ライダーのクラッチ操作を、電子の力が肩代わりしてくれる仕組みね。そうなんだが、ヤマハのクラッチレス機構は、少し考え方が違ってな。何が違うの？
AT モードがないんだよ。必ずライダーがシフト操作をする必要がある。その理由は？ FJR はスポーツツアラーだからだ。シフトチェンジはファンライドの重要な要素で、ファンライドこそスポーツと考えてる。こだわりがあるのね。なので、YCCS 搭載車種はツアラーの FJR のみ。他のモデルではクイックシフター装備だな。では、カラーバリエーションはこちら。ブラックメタリック X の一色だ。じゃ、FJR1300AS の車両装備を教えてください。2つの走行モードに、クルーズコントロール、コーナリングランプ、電動スクリーン、電動調整サスペンション、ユニファイドブレーキシステム、グリップヒーターなどだ。では、FJR1300AS20 周年記念2022のスペックはこちら。エンジンは並列4気筒 1297cc、最高出力は147馬力 8000rpm、最大トルクは 14.1kgf、M7000rpm、シート高は 805mm、車両サイズは2230-750-1325、重量は 296kg、燃費は 16.6kg WMTC、航続距離は 415km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は198万円。グバイクの中古車価格帯は、49万9900円189万3000円で35台だな。中古で楽しむ編。お次は、お手頃価格で左手ハッピーを体験したい人向け、中古で探す編だ。新車は高いし、手頃な価格で左手ハッピーを味わいたい方はこちらのモデルを探してみてはいかがですか？ホンダ NC700X DCT2012。ライダーの走行シチュエーションを計測、解析、実用性重視で開発されたモデル、ホンダの NC700SX だ。今回の企画ネタのきっかけになったバイクですね。先日、NC700X で神奈川から三重まで走ってきたんだけど、MT と比べると段違いの快適さだったぜ。街中でのストップ&ゴーが、とにかく楽でさ。この左手ハッピーを、未体験の方にぜひ感じてもらいたい。NC700X は DCT 搭載車の中で一番の低価格モデルだ。気になる人は、まずこのバイクを検討してほしい。では、カラーバリエーションはこちら。カムフラージュグリーン限定、マグナレット、ダークネスブラックメタリック、パールサンビームホワイト、デジタルシルバーメタリックの5色だ。カチャカチャと音を立てて、自動で変速するミッション、静かだけど鼓動を感じる排気音。街中では DCT にお任せ。見通しが良い道では、加速を楽しむ。バイクの多いとこ取りで楽しめる、一番身近な DCT モデルだな。ひなじろうさんに感謝。NC700X は、どの年式でも装備に大差はないですね。気に入った車両があったら、即買いです。じゃ、車両装備はどんな感じですか？コンバインド ABS に、21リットルのラゲッジスペース。シンプル。では、NC700X タイプ LDDCT-ABS2013 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 669cc、最高出力は50馬力 6250rpm、最大トルクは 6.2kgf、M4750rpm、シート高は 800mm、車両サイズは2195-830-1255、重量は 228kg、ガソリン容量は14リットルで、燃費は 41km、L60km/h 走行時、航続距離は 574km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 75.285 万円。グバイクの中古車価格帯は、39万9900円89万8000円で31台だな。ホンダ CRF1000L アフリカツイン2018。最新のアフリカツインは高級モデルとなってしまったが、先代の CRF1000L も、まだまだ現役の1台だ。オフロード用の G スイッチやグラベルモードを装備した、オフロード向けの DCT 搭載車ですね。ギアチェンジを気にせずに走るオフロードって、超楽しそうです。ま、ちょっとでかいけどな。では、カラーバリエーションはこちら。グリーンとウェーブブルーメタリック、グランプリレッド、マットバリスティックブラックメタリックの3色だ。2018年モデル以降がおすすめだ。電子スロットルを採用、トラコンやライディングモードが進化してるぜ。車両装備はどんな感じですか？3つのライディングモードにグリップヒーター、ETC2.0 車載機、パーキングブレーキ、オートキャンセルウィンカー、エマージェンシーストップシグナルなどを装備してる。では、CRF1000L アフリカツイン DCT2018 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 998cc、最高出力は95馬力 7500rpm、最大トルクは 10.1kgf、M6000rpm、シート高は 870mm、車両サイズは2330-930-1475、重量は 240kg、ガソリン容量は18リットルで、燃費は 21.1kg WMTC、航続距離は 379.8km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 152.24 万円。グバイクの中古車価格帯は、89万円146万5000円で29台だな。ホンダ NM4。見た目以上に装備も未来的、DCT 装備のホンダの NM4 だ。モーターサイクルショーでは、デザインが話題になったけど、実は DCT 搭載の最新技術満載車だったんですね。ベースカラーは2色。パールグレアホワイトと、マットバリスティックブラックメタリックだ。では、カラーバリエーションはこちら。カラーオーダープランは11色から好きなカラーが選べたぜ。気に入ったカラーを探してみてはいかがかな？車両装備はどんな感じですか？
走行モードを直感的に認識できる自動化変速メーター、バックレストにガングリップタイプのパーキングブレーキ。トーカルイはフル LED だぜ。では、NM401-2016 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 745cc、最高出力は54馬力 6250rpm、最大トルクは 6.9kgf、M4750rpm、シート高は 650mm、車両サイズは2380-810-1170、重量は 245kg、ガソリン容量は11リットルで、燃費は 26.4kg WMTC、航続距離は 290.4km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 102.06 万円。グバイクの中古車価格帯は、64万9000円89万9900円で9台だな。ホンダ DN01。NM4 のご先祖様。DCT とは異なるオートマチックトランスミッション HFT を搭載したホンダ DN01 だ。残念ながら、ディケイドのバイクは、新、仮面ライダーには登場しませんでしたね。そりゃそうだろ。で、HFT というのは、ホンダ H のふざけタイプトランスミッション T。それ、HFT は複雑な仕組みで製造コストがかかるから、それを揶揄した自虐的ネタだな。それでも実用化して発売するんだから、ホンダのふざけっぷりも大したもんだぜ。HFT の仕組みは、他の動画でチェックしてみてくれ。主の頭では、動きがイメージできない。では、カラーバリエーションはこちら。キャンディフェニックスブルー、パールサンビームホワイト、グラファイトブラックの3色だ。車両装備はどんな感じですか？前後連動ブレーキに2つの走行モード、パーキングブレーキなどだ。では、DN01-2009 のスペックはこちら。エンジンは V 型2気筒 680cc、最高出力は61馬力 7500rpm、最大トルクは 6.5kgf、M6000rpm、シート高は 690mm、車両サイズは 2320-835-115、重量は 269kg、ガソリン容量は15リットルで、燃費は 25kg、L60km/h 走行時、航続距離は 375km、ガソリン仕様はレギュラーだぜ。新車価格は 127.44 万円。グバイクの中古車価格帯は、57万9800円63万8000円で3台だな。ホンダ VFR1200F X DCT。レース由来の V4 エンジンを DCT で簡単に楽しめる、ホンダの VFR1200FX だぜ。ホンダのラインナップから消えてしまった V4 エンジンを、左手ハッピーに楽しめるなんて、最高です。VFR は二輪車用としては世界初の DCT を搭載したモデルで、さらにホンダ初の電子スロットルや、シャフトドライブなど、他のモデルにはない魅力を持った、超レアモデルだ。他と違った DCT モデルが欲しい人には、超おすすめモデルです。では、カラーバリエーションはこちら。パールサンビームホワイト、ダークネスブラックメタリックの2色だ。フューエルタンクカバーと一体となったフェアリングは、継ぎ目なく美しいデザインだぜ。こう見えて、カウルは二重構造になっていて、走行風を効果的に利用する仕組みだ。車両装備はどんな感じですか？トラクションコントロールにコンバインド ABS、だな。では、VFR1200FDCT2012 のスペックはこちら。エンジンは V 型4気筒 1236cc、最高出力は111馬力 7500rpm、最大トルクは 12.2kgf、M5500rpm、シート高は 790mm、車両サイズは 2250-740-1220、重量は 278kg、ガソリン容量は19リットルで、燃費は 24km、L60km/h 走行時、航続距離は 456km、ガソリン仕様はハイオクだぜ。新車価格は 172.8 万円。グバイクの中古車価格帯は、54万7000円130万円で32台だな。さあ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は、終わりの一言です。雑誌くれ終わりの一言。というわけで、クラッチ操作不要バイクの魅力をお伝えしました。左手ハッピーだと、長時間運転しても疲れ知らずですね。だと思うだろ？そうじゃないの？最初はそう思うんだけど、バイクの操作が楽になったことで、その分長距離走行してしまうんだよ。で、結局疲れるってことですか？その通り。長距離ツーリングでは適度に休憩を取りながら、走りを楽しみましょう。それでは、次回の動画まで。1、2、バッバハイ。そして狙いならではのこのエキゾートサウンド冷たい